今から10個の趣味を読み上げます。男性がこの趣味をやるとどれくらいかっこいいか10点満点で評価し、そしてその理由を教えてください。超ダサければ0点で、かっこいいマックスやったら10点でお願いします。1、アニメ。自分もアニメ好きなので7点で。ご自身オタクですか？めちゃくちゃオタクってわけじゃないんですけど、趣味でアニメ見たりとかします。私もアニメ好きなので7点。一番好きなアニメトップ3教えてください。進撃の巨人と配給とバイオレット・エヴァーガーデンが好きです。彼氏さんの好きなアニメのコスプレを記念日にやってあげますか？頼まれたらやります。ダサい。ダサいですね。何点ですか4点10点満点中ってこと、10点の方が、はい、10点の方はめちゃくちゃかっこいい。0はめちゃくちゃダサい。2点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 なぜですか？アニメが私が好きじゃないから。私も2点。私もアニメ趣味じゃないです。同じ趣味でなければちょっと厳しいですね。ご自身の趣味は何ですか？買い物。どのアニメを見てるかによるけど5、どっちでもない。アニメ詳しくないのであんま分かんないんですけど、アウトは別にないけど限度によりますかね。なんか、でもアウトとは思わないです。毎日8時間とか。8時間他の時間何してんのって思うだけですかね。もしそれで仕事とかしてなかったらあ、そうなんだってなりますけど、別にそれでなんかこの人やばいとかは思わないですね。趣味なので。8で、私もアニメ好きなんで趣味合うなと思って。彼氏さんとアニメデートありですか？なしですか？ありです。何を見たいですか？恋愛系。めちゃくちゃロマンチックじゃないですか？たまにアニメを見たり、たまにお互いの目に眺めたりするんですか10で、好きな趣味があるのはいいことだから。ご自身もアニメが好きですか？アニメは一切見ないですでも彼氏の趣味を全然サポートしてあげるんです。尊重します。格闘技。8点で。スポーツしてる人ってかっこいいなと思うので8点です。特にかっこいいなと思う格闘技ありますか？やっぱ日本の空手とか柔道はすごくかっこいいなと思います。私も筋肉好きなので9点で。ムキムキな男性もありですね。はい、ムキムキが好きです。格闘技。10点。めっちゃ好き。私格闘技めっちゃ好きなんで、割と全般ボクシング、井上尚弥リスペクト8点。ちょっと怖い。格闘技やってる場面を見るのがちょっと苦手かも。かっこいいけど見たいとはあんまり思わない。もし勝負とかに出たら彼氏さんがボコボコにされてるのを見たらちょっと頑張ってほしいけどちょっと心配かな。かっこいい。10なんか頑張ってる人って感じしません？ストイックで努力が必要なものだからかっこいいなって思います。特にかっこいいなと思う格闘技ありますか？こだわりは特にないです。格闘技に全力投球してるっていうだけ。他のスポーツもですけど自分が傷つくやつでもあるから他のスポーツよりかっこいいと思うのかな。10点です。格闘技ってなんかかっこいいイメージあるんで守ってくれそう。危ない国アメリカだとかに旅行しに行った時は守ってくれそうですね。はい。悪者に一番やってもらいたい技は何ですか？飛び蹴りで。かっこいいと思います。守ってくれるから。ピアノ。ピアノも7点ぐらいです。音楽好きというかピアノ弾ける男性ってギャップがすごいというか繊細な方が多いかなと思うので素敵だなと思います。格闘技の練習から帰ってきてロマンチックなピアノ演奏をしてもらいたいですか？してもらいたいです歌をずっと習ってやってるのでピアノ弾ける男性は8点ぐらい。もしかしてデュエットの可能性？そうです。やってもらいたい。弾いてもらいたいです。もう素敵すぎ。8点9点かっこいいと思います。10点。ギャップがあってかっこいいかな。男性が弾けたら。ピアノかっこいい。これそれも10ですかね。かっこいいっていうかなんか賢い人なんかなっていう、なんか勉強とかしてきた人なんかなっていう印象になります。10で。自分ピアノ弾けないんでできたらかっこいいなみたいな。10です。私もピアノしてるからです。一番演奏してもらい曲教えてください。ジブリ。私ディズニー好きなんでディズニーの曲かな。釣り。釣りは5点ぐらいですかね。別に自分釣り好きなわけじゃないんですけど、趣味があるっていう点で言ったらいいかなとは思います。釣りだけだったら5点ぐらいなんですけど、魚さばけたら7点ぐらいかなと思います。その実用性が含まれたら、料理美味しい魚を食べれるだろうなみたいな。なんか自分が釣ってきた魚さばいて出してくれたらかっこいいってなるかなと思います
マグロデートありかなし？マグロデート結構遠くまで行くぞみたいなありですね。マグロ大好きですありです。釣り。7点。普通時間帯が合わない。一緒にする時間帯が合わない。日本では釣りする時間帯は何が多いですか？朝早い。ご自身は朝方人間ではないということです。朝方ですけど早すぎるかなっていう。もしでっかいマグロを持ってきてくれたら気持ち変わりますか？最高。6点。釣りをやってる時間を一緒には過ごしたくないかな。結構釣りの時間が他の趣味と比べたら多いイメージがするんですけど、逆に自分と過ごしてもらいたいですか？そうですね。なんか時間の使い方がちょっと有効的ではないかな。難しい。悩むんですね。悩みますね。私が昔好きやったアイドルがめっちゃ釣り好きやったんですよ。で、私自然好きやからなんかかっこいいかって言ったら別にかっこいいとは思わないんですけど、めっちゃ好印象ではありますね。好印象に思う部分は何ですか？一緒に楽しめそうとか、自然好きな人なんかなとか、なんか仲良くなりたいっていう意味で言います。なんか前のとかはかっこいいか基準なんですけど、釣りしてるとかなんかハイキング好きとかそういうの言われたら仲良くなりたいかも。そっちですね。大自然の中で1週間の釣り兼キャンプの旅行、彼氏さんとありですかなしですか？あり、全然ありです。10でなんか楽しそう。どうですか釣り？中で絶対楽しいから。一番捕まえてもらいたい魚ありますか？クジラ。うわ、クジラでバレンタインで一緒に食べるスケボ。スケボーはそんなに高くないので3点ぐらいですね。なんかスケボーちょっとチャラいイメージがあるというか、地域にもよりますし、自分がそんなに上手くないので点数は低めです。技をされても特にキュンとしないんですね。わーってはなるんですけど、かっこいいかって言われるとちょっと微妙です。私もちょっとスケボーあんまり無知なので5点ぐらいなんですけど、その辺でやってる人いるじゃないですか。路上でやってるあんまりマナーないぞみたいな人だったらもう2とか1とか0ぐらい。やっぱたまに日本で見かけますよね。日本人としてなんか目立ちすぎよな、なんか迷惑とか思いますか？危ないですよね、普通に私も歩いてて後ろからぶつかられたこととかあるので、マナー守ってやってほしいなとは思います。確かにおばあちゃんたちも心配になるんですよね。スケボー9点。いいと思います。なんでですか？体を動かすから。私も9点。運動神経いいなって感じがしてかっこいい。スケボーのマナーによりますね。たまにいるじゃないですか、道で何も気にせずビューン、そういうスケボーの仕方してる人だったらちょっと嫌ですけど、普通に趣味でスケボーやってるんだったらかっこいいと思いますけど、個人的には8ぐらいですかね。かなり高めですね。そのマナーさえ良ければ。そうですね。日本では道端でスケボーしてる方がどういうふうに思われてますか？私が受ける印象としてはなんか、マナーがなってないというか、周りのことを考えてないのかなっていう、なんか大体スケボーのマナーが悪い人って私の同級生とかだったら印象ですけど、やっぱ学校にいた時もなんかやんちゃしてた系の人が多いので、なんかそういう人たちなんかなっていう印象は受けます。だから一瞬ちょっと軽蔑するぐらいで、でも実際に迷惑は被らないので、なんか不運ぐらいですかね。スケボー10点で。かなり即答ですね。その好きな部分は何ですか？なんかしてるところがかっこいいと思います。教えてもらいたいですか？はい。10でマリマイナスマイナスです。マイナスどれくらいですか？満点が100だったらもうマイナス100です。違法ですし、サプリとかだったらいいんですけど、自分のなんかこう管理をできない人はちょっとあんまり好きじゃないです。なるほど、その人の性格を反映するような、悪い意味でということですか？そうですね。はい。ちょっと違法なものはマイナス100ぐらいで。特にファナデートを考えていないんです。無理。ちょっと私はごめんなさい。0点。なんでですか？ダサい。同じです。0点。海外とかで合法な国で急に座れ出したらどう思いますか？もうその場から逃げたい見たくない。ドン引きなんです。ドン引きです。かっこいいかって言われたら別にかっこいいもの、タバコもかっこよくないし、私結構健康志向な方なんで、マリファナもやったことないし、お酒も飲まないし、5ですかね。どっちでもない。でも悪い印象は別にないです。強要さえされなければ、私に吸えって言われなかったら別に何も思わないです。薬0で。犯罪的なものなのでちょっとあんまり関わりたくない。彼氏さんがするのを見たら通報しますか？そこ別れます。どっちでもないかな。通報したり別れたりするんです。自分に手出さない限りはないです。バイク安全運転なら
7点ぐらいですけど、危ない感じとかふかしたりする感じだったら2点ぐらいですか。自分は6点ぐらいですね。一緒にドライブとか行くので、バイクで行くのは楽しそうなので6点ぐらいです。2人乗りありですね。ありです。安全運転ならありですふかすというのは結構日本ではそういうの聞こえますか？なんか路上とかで。私たち福岡に住んでるので、福岡は結構ブーブーンっていう人多いですね。やっぱりそちら辺暴走族多いですか？まあ走り屋みたいな感じの人は多い、北九州、多い逆にあなたの心をふかしてもらいたいです。そうですね。ちょっと音じゃなくて心にときめかしてほしいですバイク8点。かっこいいけどまあね、気をつけて運転してほしいなっていう。2人乗りありですかなしですか？なし危ないことはあんまりしてほしくないです。5、6点。低めですね。可能であればもし真剣な付き合いになったらやめてもらいたいです。危ないからそれだけ。私もバイク詳しくないからオートバイが何かあんま分かんないんですけど。でっかいふかすやつですね。ふかしてるやつですか？かっこいいとは思わないですね。ふかさない人もいると思うんですけど。ふかさないんだったら大丈夫。ふかすのは私は楽しさが分かんないしうるさいとしか思わないので、そういう人たちが嫌いではないですけど、かっこいいかって言われたら全然なんで1ですね。でもふかしてなかったら別に5ぐらい。2人乗りありですかなしですか？ワイルドスピードで。ありです。ワイルドスピード？はいそれでちょっと変わるんですか？東南アジアのあたりだったらあれじゃないですか。フィリピンとかやったら全然2人乗りしてましたけど。確かにタイとか法律ないんで、まあ思う存分に早く走れます。しかも自然も見れるしいいんですけど、日本でやるってなったらちょっと考えますね。逮捕されそう。バイク7ぐらいで、バイク乗ってる姿はかっこいいけど、なんか事故したらちょっと心配だなみたいな。事故したら心臓マッサージしてあげますか？病院連れて行きます10点で自分も好きだからです。一緒に乗ってみたいですか？はい、どこに連れて行ってもらいたいですか？世界中でプラモデル。プラモデルは興味がないので1点です。私もちょっとあんまり熱中されてるんだったらその姿勢はかっこいいかなと思うので3点ぐらい。彼氏さんが建てたでっかいガンダムがリビングに置かれたらどう思いますか？まあいいとは思うんですけど、同棲とか結婚とかってなると、自分のその好きな系統もあるのでちょっと点数は下がりますガンダムから別れて自分に一途。そういうわけじゃないんですけど、部屋の雰囲気とかを合わせたいと思ったらそれにいいよって言ってくれる男性の方が好きです。2点。低めですね。なぜですか？その集中力を他のことに使ってほしい。もう本当同じ。でっかいめちゃくちゃかっこいいメカを作ってもらったら、場所が無駄。置いておく場所が無駄。家にあってほしくないですね。プラモデルやってる人友達にいなくてあんま分かんないんですけど、かっこいい印象は別にないので3ぐらいですけど、悪い印象も使っては全然、肌感は5ですけど、かっこいいか基準やったら3ですかね。バレンタインに作ってもらいたいモデルありますか？じゃあバラとかでめちゃくちゃロマンチックじゃないですか？そうですね、ロマンチストです。10点で一緒にやったら楽しそうだなって思ったのと、好きなものは尊重したい。彼氏さんが作ったエヴァンゲリオンのメカに一緒に乗ってみたいですか？はい、10でこの趣味ならいいかなって感じです。ボディビルダー。ボディビルダーもう10点私はボディビルダーは2点ぐらいで低めなんですけど、なんかムキムキすぎても嫌だし、テレビで前ボディビルダーになるためにデート中にプロテイン飲む男がいるって聞いたので、それはちょっとなしでなしです。イタリアのレストランとかで初デートででっかいプロテインのシェイカーを持ち出されたらどう思いますか？もうこうされたらもう別れますその時点でもうアウト。アウトです10点のり教えてもらえますか？いやもう私筋肉あればあるほど好きなので、全然プロテイン目の前で飲んでもらって大丈夫です。もしかして用意してあげますか？プロテインを。私ちょっとソイプロテインしか飲んだことないんですけど、ソイならすぐ渡せます。うわー3。ちょっと期待すぎはあんまり好きじゃない。でっかいボディビルダーに持ち上げられたいですか？ないです5。あんまり、私も鍛えすぎはあんま好きじゃないです。ムキムキが好きなんですけど程度が悪いということですか？ムキムキは好きけど鍛えすぎはちょっとあんまり好きじゃないかな。ボディビルダーかっこいいと思います。一番好きな部位とかありますか？じゃあ腕で見ててかっこいいなと思う。街を歩くとか誇れそうな感じですか？安心感はありそうですね。10点で、ムキムキ好きですね。どちらかというと細マッチョが好きです。一番触ってみたい筋肉は何ですか？お腹腹筋
付近があった方がいいですね。はいボディビルダーなしで。嫌いでもないけど、まあ、趣味やったらいいかなって感じです。さっきそれを聞いたすごく落ち込んでいるボディビルダーたちに何か慰めのメッセージありますか？趣味を極めてください。日本語の勉強、日本語の勉強これ多分外人になると思うんですけど、外人と付き合った時にってことですね。それは全然10点です。自分の言語を知ってくれようってしてるのとか会話をしてくれようっていうのはすごくいいですし、勉強熱心な人は一途な感じというか性格が良さそうなので10点です。マリフとは逆に真面目な方。はい、それが好きですね。私も日本語好きなので日本語でコミュニケーション取れたら嬉しいなと思うので9点です。逆に日本語を喋られなかったら付き合いにくいと思いますか？いや、そんなことはなくて、逆に自分が海外の言葉とか、海外の文化が好きだったりするので自分が勉強してその方とお話しできるようにしたいなとは思います。私は日本語の表現が好きなので日本語でアタックされた方の方を好きになりやすいかなと思うので、外国の方がダメじゃないですけど日本語で表現された方がよりときめくかなと思います。日本語の勉強10点。話せると嬉しい。共通語があると嬉しいです。10点です。コミュニケーション自分の国の言葉で取れるのは嬉しいです。彼氏さんに一番かけられたい日本語教えてください。かわいいねって。ありがとう。かっこいいっていうか尊敬ですね。私言語大好きなんで普通に10ですね。どの言語でも、10点です。一緒に勉強できるしどっちも知識を得れるのでいいと思います。彼女兼日本語の先生になってあげますか？はい、10点で頑張ってる姿はいいから。日本語の勉強で頑張ってらっしゃる方に何か励みのメッセージありますか？日本語は英語と全然違って、それからラテンから発してるラテンからつながってる言葉と全然違って難しいと思うんですけど、日本語には日本語の美しさがあるので離れたものって見るよりはなんか文化とかその背景を理解するような気持ちで接した方がより体に入ってくる言語なのかなって思います。英語の時に私はそれを思ったので応援してます。好きなことで日本語学んだら楽しく勉強できると思います。日本語は本当に知れば知るほど面白いって思うのでぜひ私と一緒に日本語を喋ってもらえたらなと思います。今回 YouTube の取材を受けさせてもらったんですけど、こういう YouTube で勉強するのもすごくいい方法だと思うので日本を知るいい機会だと思うので頑張ってください。そしてちょっとプレゼントインタビューのお礼にちょっとプレゼントあるんですけど、ごめんなさい今日持ってこなかったんですけどちょっとがっかりさせてしまって申し訳ないんですけど、ここにはじゃがりこ、もらってください。このオレンジグミもらってください。この明治チョコもらってください。このフェレロシェもらってください。このたわしもらってください。ステンレスなんですよ。このハイチュウをもらってください。そしてみかんピースもらってください。ありがとうございます。Hello everyone! I also have a YouTube channel actually. It's called Ayane with the dot, but like Japanese dot. And I think he's gonna put a link down below. But I talk about mindset, it's just what's happening in my brain, but also about English learning to Japanese people. So if you're interested, you can subscribe to my channel. And yeah, thanks for hearing me talk. 登録しろ。Attention, all Japanese learners. Do you want to take your Japanese studies to the next level? Be sure to check out my Patreon page for access to Japanese subtitled versions of my videos. If you're a beginner, go ahead and click the YouTube closed captions button for kanji readings in hiragana. If you're an elite learner with Japanese reading skills that would shock the kimono of a geisha, simply use the hard-coded subtitles that come with each video. Each upload includes a 10-word vocabulary list featuring key terms to help you grasp the topic and enhance your immersion experience. Not only that, but Japanese sub-content will be released on Patreon first, so you get early access. And if you really feel like splashing out, you can even request your very own video.
If you're not learning Japanese but feel like you gain value from what I do, your support is greatly appreciated. As always, thank you for watching. Subscribe to Interview in Japan. Subscribe to Interview Japan. Subscribe to Interview Japan